皆さんこんにちは、石野花穂です。今回は書きやすい姿勢と筆の持ち方についてお話ししていきたいと思います。普段皆さんは日常生活の中で姿勢を意識して何かされてることってありますか？私だったら食べる時の姿勢とか、あと普段歩いてる時の姿勢とかも結構気にしたりしています。背筋を伸ばして歩こうとか、そんな感じで意識をしているんですね。で、スポーツなんかされてる方もそうじゃないですか。正しいフォームを意識したりとかすることによってパフォーマンスが上がったりとかするじゃないですか。で、それと一緒で書道も結構持ち方とか姿勢って大切なんですよ。そこが狂ってしまうと字に影響が出てきたりとかするので、持ち方と姿勢ってめちゃくちゃ大事なんです。なので今日はそちらについてお話ししていきたいと思います。はい、それではまずは書きやすい姿勢ですね。こちらについてお話ししていきます。書きやすい姿勢というと、普段座り慣れてる場所で書くっていうのがいいと思うんですよね。今は結構和室とかも減ってきてるので、もしかしたら正座をするっていうのに慣れてない方も多いかもしれないです。私もその中の一人なんですけど、普通にこうやって椅子に腰掛けてる方が楽なんですよね。なので私はいつも普段から座り慣れている椅子に腰掛けて、ある程度高さのあるテーブルを用意してこのようにして書くようにしているんです。で、この時もテーブルと椅子の高さっていうのが結構大事で、目安は自分のおへそと同じくらいの高さにテーブルが来るか、自分のおへそよりも少し高いところにテーブルが来るのがいいと思っています。それよりも下すぎたりおへそより下だったりとかすると、筆の持つ位置が上の方持たなきゃいけなかったりとかして、逆になんか筆が安定しないみたいな感じになったりするので、目安としてはおへそと同じ高さぐらいかちょっと上って覚えておいていただけるといいかなと思います。で、もし椅子がちょっと低いなとかって感じた時には座布団で調節したりとか、私だったら子供がいるので子供用のジュニアシート、車で使うようなやつ、これだと結構座面10センチぐらいあって、しかも座布団みたいに沈み込まないので腰も楽だったりするんですよ。これを敷いて座ると、ちょうど私のおへそとテーブルの高さがこれでちょうど一致したような感じなんですよね。ちょうどいい高さになりました。で、この状態で構えていくとどうなるかというと、はい、こんな感じですね。で、この時意識したいのが、左手遊んでないで左下の紙の左下にしっかり置くっていうこと。あとは肘が体にくっついていないかどうかっていうのを確認してほしいんですよね。こうやってくっついてると筆がこう動かせないのでいい字書けません。なので、拳1個分か2個分ぐらいをこう開けていただくっていうのがいいと思います。私の場合は拳2個分ぐらい開くんですけど、こんな感じでいつも構えています。で、これが肘が上がりすぎると肩に余計な力が入っちゃってすぐに疲れてしまう原因になるので、こうちょっと上げるぐらいがちょうどいいかなっていう感じなんですよね。で、それから書く時に、正しい姿勢でこうきちっと背筋伸ばして書かなきゃいけないみたいなイメージ多分持たれてる方多いと思うんですけど、実際には書き始めると若干前傾姿勢になるんですね。前に15度ぐらい倒れてる感じが一番書きやすいかと思います。で、紙の位置も自分の真正面っていうところもあれば、少し右に置いてくださいっていうところもあるかと思うんですよね。これどっちでもいいです。自分が書きやすいと思う位置に紙をずらしましょう。私は基本的には文鎮置かない派なんですよね。自分のこの右手の前で書くのが一番書きやすいので、文鎮は置かずに、もし半紙に5文字とか書く時だったら1行目書き終わった後は少し半紙をこのようにずらして2行目書いたりとかもしています。これも臨機応変にできればいいかなと思っていて、慣れていくと、自分に合ったスタイルというのが見つかってくると思うので、ぜひ皆さんも自分スタイルを見つけてみましょう。はい、姿勢についての解説は以上です。はい、それでは正しい姿勢を身につけた後は正しい構え方もお伝えしていきたいと思います。皆さん、構え方3種類あるのはご存知ですか？まずはじめにお伝えしたいのが、こういった大筆を使って書く場合の構え方です。大筆を書くときはこういう風に構えると思うんですけど、肩から手首までがこのように宙に浮いていますよね。この持ち方のことを剣腕法という風に呼んでいるんです。肩から大きく腕を動かすことができるので、こういう半紙に2文字書いたりとか6文字書いたりとかするときに一番向いてる持ち方なんですよね。実際ちょっと書いてみますね。今私が書いてる時、肩からこうしっかり腕が全体が動いているのがお分かりいただけたでしょうか？これがとっても大切なことなんです。いくらこうやって宙に浮かせて書いているからといってちょっと悪い書き方やってみますね。こうやって手首だけで書いてては全く伸びやかないい線は描けないんですよ。
萎縮した字になってしまいます。今のは悪い例ですよ。手首で書いてたの分かったと思います。これだともう剣腕法にしている意味 ほぼないじゃないですか。剣腕法のいいところはこうしっかり肩から手が動かせるっていうことなんですね。なのでこういったサイズ感の字を書いたりとかするのに適しているということになります。また小筆とかでこうちっちゃい文字を書くっていうのはまた別の持ち方がありますので、これからお伝えします。これで書くときには2種類の持ち方があって、定腕法、まずはじめ定腕法です。定腕法っていうのはこの肘から手首にかけてこう紙面に置く感じになりますね。こうやって体重かけちゃいけないんですけど、軽くこうやって置いていく感じです。で書き方は例えばこういう感じでここをしっかり置いてるんですけど、こう全体を動かして書いてるのが分かりましたか？これのメリットはこう手首がついてる分かなり安定した線が引けます。細かい字でも筆先が安定して同じ太さの線が引けるので、仮名を書くとき、お手紙なんか書くとき、あとはのし袋書くときなんかに向いていると思います。でこの時もくれぐれもこのようにこう分かりますか？こう指先を動かしてこの辺だけで書くことがないようにしてほしいんですよね。いい例はこうやって全体が動いている。この時もよく見ると肩から手動いてるの分かりますかね？分かります？ここから手動いてるの決してここら辺だけで動いてないですよね。なので定腕法で小筆でもうすごいちっちゃい字を書くっていう時もなるべく肩から手が出てるようなつもりで書くことが重要です。次に鎮腕法っていうのもあります。鎮腕法というのはこの左手のこの手の甲を枕にして右手の手首をそこに置くみたいな、こんな感じで書くのを鎮腕法って呼んでいます。でこれも小筆で細かい字を書く時なんかに適しているんですけど、この時もちょっとコツがあります。分かりました？今左手も一緒に動かしてて分かりました？これが大切なんですよね。結構みんなこの持ち方すると忘れがちでこうやって書いちゃう人が多いんですけど、そうするとあんまり良くないかもしれないですね。線質が弱くなっちゃうので、なるべく全体をこうやって下げてきた方がいいと思います。さっきの定腕法もですけど、こうやって長文書くときは全部一緒に下ろしてくるっていうことを忘れないようにしましょう。でこれも大筆は剣腕法が向いてる、小筆は鎮腕法定腕法が向いてるってお話を今させていただいたんですけど、別に絶対ではないんですよ。大筆やってる時にも定腕法を使って書いてもいいし、鎮腕法を使って書いてもいいんです。ただその場合もちっちゃい字を書く時に向いてるってことは覚えておいた方がいいかもしれないですね。例えばさっきみたいにこうやって大きめの字書いてるとするじゃないですか。剣腕法で書いてて自分の名前署名のところを書きたいんだけど、どうしても剣腕法だとちょっと不安定に感じるなっていう人が、例えばこうやって鎮腕法とかを使って名前の部分を書くみたいな、そうすると太さが安定して書きやすかったりします。使い分けが必要ですね。ちなみに私は剣腕法でしか書かないんですよ。名前のところまでいくら細かい字を書くってなっても、この筆を使ってる時は剣腕法しか使わないです。それに慣れてるからなんですけど、逆にこの仮名の筆とかを使ったり実用書の筆とか使う時には、私は鎮腕法は私苦手なんですよ。なので定腕法で書いています。定腕法の方がなんか滑りがいい感じなんですよね。鎮腕法だとこんなにゴツゴツする、私安定するってあんま感じたことないんですよね。だから鎮腕法でやってる人マジすげえみたいな感じで思ったりもします。尊敬してますはい、それでは最後は筆の持ち方についてお話ししていきます。皆さん筆の持ち方は普段皆さんが書く機会の多いボールペン字なんかとは全然別の持ち方をするっていうのはご存知でしたか？ボールペンだとちょっと下の方を持つことが多いと思います。この辺り持ったりしますよね。ですけど筆の場合は持つ位置が下すぎても上すぎてもいけないんですよね。目安としてはこの人差し指の第二関節あたりが筆の中心に来るようにすると一番いいかなと思います。それもテーブルの高さとかによっても調節する必要はあるんですけど、少しテーブル高い時は下の方を持つ必要ありますし、テーブルが低い時は上の方を持った方がいいかもしれないですね。腕が動かしやすい位置を探ることが一番大切です。目安は第二関節、人差し指第二関節が筆の中心に来るということを覚えておきましょう。それから筆の持ち方には大きく2種類あるんですね。1本掛けのこの単行法っていうのと2本掛け、走
工法っていうのがあるんです。で中国とか台湾だともっといろんな種類の持ち方があったりするんですけど、日本ではあんまり主流じゃないので今回は割愛したいと思います。でまず単工法の持ち方から解説したいと思います。単工法は人差し指と親指だけで持つような感じなんですよね。で中指は下で支えます。3本指で持つような感じですね。でこの時に大切なのは親指の角度です。筆に対して真横に親指が入ってきてる感じ分かりますか？あんまりこうなったりとかこうなったりとかしてないですよね。これに対して横になっていますね。これが重要です。あとはここの隙間、指2本入るぐらいの隙間が欲しいんですよね。これが力入っちゃってる人とかだと狭くなっちゃいます。こうするとここに余計な力が入ってるってことなので、書き続けていくとすぐに疲れます。なので楽な感じで持つっていうのが大事なんですよね。力を入れすぎないように持ちましょう。で私は実は子供の頃はこの持ち方で書いていました。ですごい書きやすくてその時は良かったんですけど、大人になって実は私双工法に変えたんですよね。なんで変えたかっていうと、やっぱりいろんな書体書くにあたって、楷書以外にも行書、草書、隷書、篆書、いろんな書体を書くようになったんです。その時にやっぱり一本書けだとどうしても不安定だなっていう風に思ったんですよね。なので最近はずっと双工法で書いています。双工法の方が筆が安定するので、楷書体でもそうですし他の書体でも常に筆が安定して書くことができます。筆まっすぐ立つのもどちらかというと双工法の方がまっすぐ立ったまま書きやすいかなと思います。一本書きだとどうしてもふらついてしまったりとかして細かい動きを書くのには適してるんですけど、大胆な力強い線を引きたいと思った時にはやっぱり双工法の方がいいなっていう風に最近は感じています。皆さんは持ちやすい方でいいと思うので、こうでなきゃいけないっていうのはないので、一本書け2本書けいろいろ試しながらやってみてほしいなと思います。次に双工法の持ち方について解説します。私が普段持ってる筆の持ち方なんですけど、こんな感じですね。親指、人差し指、中指、薬指、4本の指を使いますね。さっきは3本でしたよね。でこの時のポイントは、単工法と同じようにこの軸に対して親指がこの直角真横に入ってくるっていうこと、あとは人差し指の第二関節が筆の中央に来るということ、それから薬指、ここの第一関節あたりが筆管にこの軸に当たるようにしてください。こんな感じです。でこの時に人差し指よりも 1,2 センチ下に中指があるようにしてください。ここが揃っていたりとか離れすぎたりとかしていると余計な力が入る原因になってしまうので、こんな感じで 1,2 センチ下に中指を置くというのがポイントです。そしてこの時も指2本分ここにちゃんと隙間入るかどうか確認してみてください。こうやって力入っていませんか？手を返すとよくわかるんですけど、力入ってる時ってここがポコンと盛り上がっちゃうんですよね。いい持ち方をしている時っていうのはここが平らになっています。こんな感じよろしいですか？こんな持ち方なのでぜひ参考にしてみてください。はい、でここまででいろいろお伝えしてきたんですけど、とは言っても人によって手の大きさも違えば骨格も全然違うじゃないですか。なので私が伝えたことが全てではありません。いろんな持ち方がありますので、自分に合った持ち方を探るっていうことが大切なんじゃないかなと思っています。でその中でも常に意識してほしい、忘れてほしくないポイントは3つあって、右肘が下がりすぎていないかっていうことと、筆の下を持ちすぎていないかということ、あとは左手が遊んでいないか、この3つだけは確認しながら書くようにしてください。はい、ということで、今回の、書きやすい姿勢持ち方の解説は以上になります。このチャンネルではこういった書道の基本的な知識を中心に配信していきたいと思っています。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それから高評価やコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。